マイの日本語ポッドキャスト。こんにちは。マイの日本語ポッドキャストへようこそ。マイです。皆さんお元気にしていますでしょうか？私は元気です。この間ですね、家の近くにいい感じのカフェを見つけたんですよ。それで、今度ここのカフェ一人で行こうって思ったんですね。で、その時、ふと思ったんですよ。日本人って結構一人でどこかへ行ったりとか、一人でご飯食べに行ったりとかするけど、他の国の人たちってどうなんだろうって。皆さんの国ではどうですか？日本ほど一人で外食とかあんまりしないっていう国もあるかなと思います。はい、そこで今日は日本のお一人様文化についてお話ししていきたいと思います。じゃあまず最初にお一人様文化っていうのが何かっていうと、一人でご飯を食べに行ったり旅行に行ったり、あと一人で遊びに行ったりすることを楽しむ文化のことを言います。うん、日本では一人で行動していても寂しい人っていうイメージはあんまりありません。むしろ自分のペースで楽しめるので、一人で行動する人がね、多いです。例えば、一人旅。一人で旅行行くことですね。一人旅だったり、あとは一人焼肉。そして一人カラオケ。あとは一人映画とかもありますね。じゃあなんで日本はお一人様文化がここまで自然になったのかっていうと、実は日本でも10年くらい前までは一人でご飯イコール寂しいっていうイメージだったりとか、あんまり友達がいない人っていうそういうイメージがあったんですね。で、一人ぼっちを略してぼっちって言ったりとか、あとクリスマスを一人で過ごす人のことを略してクリぼっちって言ったり、そういうちょっとネガティブな言い方をね、していました。しかし、2010年代後半から一人イコール寂しいというイメージからどんどん変わっていって、一人で行動するのは普通のことっていう感じになっていきました。そして最近では、一人で楽しむ活動のことをソロ活動、略してソロ活と言ったり、お一人様文化という言葉があるくらい、一人でどこかに行くのがむしろ気楽という考え方が広がっています。その理由の一つが、一人で生活する人が増えていることです。日本では学生や社会人など多くの方が一人暮らしをしています。そのため、一人でご飯を食べに行ったり、一人でカフェに行ったり、あるいは一人でどこかへ遊びに行ったりということがね、自然と増えるので、お一人様文化が広がっているのだと思います。あと日本人って結構相手に気を使う人が多いんですよ。なので自分の気持ちを話す前に相手を優先するっていう人だったりとか、あとは相手に迷惑をかけないようにしましょうっていう、そういった文化もね、あるんですね。うん。あとは会社とかで一つの目標に向かってみんなで協力してその目標を達成しましょうみたいな、そういったちょっと協調性を重視する文化っていうのもあるんですね。なのでその分プライベートでは誰にも気を使いたくない、もう本当に自分のペースで自由に楽しみたいって思う人が多くて、その結果、一人行動が人気になっています。さらにお店側もお一人様歓迎っていうお店が多くって、例えばカウンター席が多いお店だったり、一人用の焼肉店だったり、あとは一人用カラオケとかね。そういった一人向けのサービスが多くなっているのも理由の一つです。
じゃあ実際にどんなところに一人で行く人が多いかっていうと、まず一人ラーメン。一人ラーメンは本当に行く人多いですね。あとは一人旅。それから一人焼肉とか、一人カラオケ。あと一人映画に行く人もすごく多いです。うん。あと、私が9月に日本へ一時帰国したんですけれども、その時に、久しぶりに高校の同級生とランチに行ったんですね。で、銀座に行ったんですけど、そのランチした場所がしゃぶしゃぶ屋さんだったんですよ。なんですけど、そのしゃぶしゃぶ屋さんが一人でもう気軽に入れるお店で、全席カウンター席で、で、その席に座ると自分の席の前に、こう、IH、そう、IH が一つ、コンロがね、一つ置いてあって、で、そこに鍋が置かれるんですけど、それでこう、一人一つの鍋でしゃぶしゃぶを楽しむっていう感じのお店だったんですね。うん。で、私はね、お友達と二人で行ったんですけど、もちろん別々でね、もうお肉や野菜をしゃぶしゃぶして食べたんですけど、こう友達といっても自分のペースでお肉入れたり野菜入れたりっていうことができるから、すごくいいなって思いました。で、もちろん、もう一人でもしゃぶしゃぶが楽しめるので、一人で行く方も全然オッケーなお店ですね。実際に一人で食べてらっしゃる方多かったです。あとは外国人の方もすごく多かったですね。うん。で、味もね、すごく美味しいしゃぶしゃぶだったので、個人的にすごいおすすめのお店でした。名前はしゃぶせん銀座店っていうね、お店です。はい、ここ本当におすすめです。ぜひ東京にね、旅行に来た方、行ってみてください。あと、そんなに多くはないかもしれないんですけど、一人ディズニーに行く人もいます。うん。私は一人ディズニー勇気がなくて行けません。はい。でも、実際に私の周りの友達でも、3、4人くらい一人ディズニー行ってる子いました。うん。で、こう、年間パスポート、年パスを買って、もうすごい定期的に行ってる子もいましたね。で、面白いなと思ったのが、その行った日によってすることが違うというか、例えば、今日はアトラクションには乗らずにショーだけ見て帰ろうっていう日とか、もう本当にその日は、もうアトラクションには乗らず、朝から夜までずっとショーを楽しんで帰る。っていう日もあったり、あとは今日はとことんアトラクションを楽しむぞっていう日だと、もうずーっと朝からアトラクションに乗るんですって。そう、すごい話聞いてて面白いなと思ったんですけれども、ディズニーって結構やっぱり人気だから、並んだりとかね、待ち時間があるじゃないですか。で、友達とかと行ったら、その待ち時間ね、並ばなきゃいけないんですけれども、一人で行った場合、こう、一つ席が余ったりすると、そこにポンと乗れるんですよね。なので結構、その待ち時間より早く乗れる、時間短縮になったりするんですよね。なので、そういったメリットもあるから、いいなってちょっと聞いてて思いましたね。実際に私が友達とディズニーシーに行った時、前に並んでた女性の方が一人で、来ている方でした。で、一人でアトラクションに乗る人を、シングルライダーって言うんですけれども、シングルライダーの方、そう、1回だけじゃないですね。2回ぐらい見たことありますね。なので、意外と一人ディズニーを楽しんでる方もいらっしゃるんですね。うん。もしかすると、私は一人ディズニー行ったことがないのでわからないですけど、こう友達や恋人と一緒に行く時の楽しみとは違った楽しみ方が
できるのかなって思いますね。こういう風に一人で楽しめる場所が増えてきているんですけど、私も一人でどこかへ行くっていうのをすごく好きなタイプです。うん、特に好きなのが一人映画、あと一人カラオケ、それから一人カフェがすごく大好きです。うん、私、東京に住んでいた時、よく一人映画に行っていたんですね。で、日本の映画で、キングダムっていう映画があるんですけれども、そのキングダム1が始まった時に、お友達と一緒に映画館に見に行ったんですよ。そしたら、もうすっごいストーリーが面白くって、もう1回じゃ物足りなくて、あ、もう2回目見たいってなって、その次の週に2回目見に行ったんですね。一人で。はい。で、2回目一人で見たんですけれども、もうそれでも、もう1回見たいっていう風に思って、そう、それで3回目も行きました。もちろんそれも一人で。うん。で、3回目は本当にもう今まで以上に楽しみたいと思ったので、映画始まる前にコーラとポップコーンを買って、もうそれを片手にこうやって食べながら飲みながらって見ました。もう本当に楽しかったですね。うん。で、私が東京に住んでいた時は、東京駅の近くで働いていたんですよ。なので、映画館が近くにあったので、こう、夕方ね、退勤をした後に、そのチケット映画のチケットを予約して、事前に。うん。で、退勤した後にそのまま映画を一人で見に行って、で、そのまま見た後に家に帰るみたいな、そういったこともよくしていました。うん。なので平日仕事帰りに行く一人映画もすっごく好きでしたね。うん。あとは、一人カラオケもね、しょっちゅう行ってましたね。うん、特に高校生の時。なんか高校生の時、近所にカラオケ屋さんがあったんですよ。で、そのカラオケ屋さんは、一人カラオケ専門店とかではなく、本当に普通のカラオケ屋さんだったんですけど、あんまりこう、人とかがいなくて、こう、あんまうるさくなかったんですよね。うん、なのですごく落ち着く雰囲気だったので、好きだったんですよ。で、週末、土日とかバイトがない日に一人でもう自転車こうやって乗って行って、で、2、3時間、もう歌いまくるっていう。そう、よくしてましたね。で、もドリンクバーだったので、何回でもこうジュースも飲めるから、もうドリンクを飲みながら歌って、もう歌いまくって、で、たっぷり歌って満足して家に帰るみたいな、そういったこともしてましたね。あの、練習したい曲とかがあった時、こう一人カラオケだったら、5回連続同じ曲を歌っても、もう一人だから全然気にならないじゃないですか。うん。そういうのもすごい楽で良かったんですよね。やっぱり友達とカラオケに一緒に行ったら、楽しいんだけど、やっぱちょっと、ね、同じ曲を5回とかは歌えないじゃないですか、さすがに。うん、なので、一人で行った時とかは、同じ曲をずーっと歌うっていうのもね、してました。はい。あと、韓国では結構一人カフェ行きましたね。うん。一番最初、私、韓国来た時、留学だったんですよ。留学で韓国に来たんですけれども、その時、語学堂っていう語学学校に通って、韓国語を勉強していたんですね。で、その語学堂のその試験前とかになった時、いつも学校帰りそのままカフェに行って、2時間ぐらい勉強してね、試験勉強して家に帰るっていうのを、もう試験前は毎日のように、カフェに行って勉強してました。
うん。で、やっぱ家にいると眠くなっちゃったりとか、途中でね、集中力切れちゃってスマホ見ちゃったりとか、結構しちゃうんで、家だと集中ができない時が多かったんですけど、カフェに行くとすごいなんかスイッチが入るんですよね。で、その2時間カフェにいる間、もう本当に2時間しっかり勉強ができたので、そのカフェでね、単語の勉強だったり、文法の勉強だったり、すごいしてましたね。懐かしいです。で、私が通った語学堂は、試験の点数の合格ラインがあって、その合格ラインを超えないと進級ができなかったんですよ。だから、もう何としてでも合格ライン超えたい。絶対超えなきゃって思っていたので、そう、語学堂に通っていた時、本当にカフェでね、たくさん韓国語を勉強しました。はい、今ですね、私の一人行動の思い出話をしましたけれども、皆さんは一人でラーメンとか、一人焼肉とか、一人映画とかって行けますか？うん。私は今韓国に住んでいますが、韓国は一人でご飯食べに行ったりする人が日本よりは少ないんじゃないかなって思いますね。うん。ちなみに、うちの旦那さんは、一人ラーメンはいけるけど、一人焼肉は絶対に無理って、うん、絶対にできないって言っていました。はい。ラーメンは実際に9月、日本に一時帰国した時に、旦那さん一人で行っていました。で、すごい美味しかったって、すごく満足そうに話していたので、多分ね、次日本に行った時も、また一人ラーメン行くんじゃないかなって思いますね。はい、今日はですね、日本のお一人様文化についてお話をしました。いかがだったでしょうか？うん、本当にお一人様に対応しているお店が結構多いのでね、今後もし日本に一人旅をしに行こうって思っている方いらっしゃったら、きっと気楽に過ごせるんじゃないかなって思います。うん。皆さんは一人で行ってみたいところやしてみたいことって何かありますか？もしあったらぜひコメント欄で教えてくださいね。はい、今日も最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。また次のポッドキャストでお会いしましょう。バイバーイ。